整備業界をぶっ壊す整備士重信です。栃木県北部の片田舎で車屋さんを営みながら、主に自動車整備士の地位向上を目指して、日々活動しております。今日はですね SUV について思うところがあったので話したいと思います。SUV 結構今すごい人気があって値段も高騰しているんですよね。一昔前、およそ5年前からぐらいだと思うんですけど、徐々に SUV の値段と、5年前、もうちょっとかな、もう少し10年ぐらい前だと、しましょう。10年ぐらい前から、セダンと SUV 車の値段の変動が大きくなってきているというか、セダンは高かったのが安くなっていって、SUV はもともと安いわけじゃないですけど値段が少しずつ上がり続けているっていう感じですよね。で、なぜこういう現象が起こったのかっていうところなんですけども、最近というか街中でですね、高級 SUV って見るじゃないですか。ありますよね。知ってますよね。代表格なのは多分手越優也くんとかが乗っている、SUV、ランボルギーニのウルスっていう SUV ありますよね。あとはベントレーのベンテイガーとか、あの辺もそうだと思うんですけど、各、高級そういうメーカーが出している SUV っていうのが、出だした頃からそっちに目線が行くようになった感じがしております。で、基本的にやっぱり SUV って機能が高くてですね、背が高いだけじゃなくて、車高も高い。言ってしまえば普通の乗用車サイズを少しリフトアップしたようなイメージになってくると思うんですけど、ただ単に純粋に車高が高いだけだったらバンの方が、空間が広く取れるからいいじゃないかって感じなんですけども、主に SUV ってそんなに空間を意識、空間も当然意識はしておりますけども、だから荷物乗せたりっていう大型な荷物乗せたりとか、7、8に乗るっていうイメージはあんまりないじゃないですか。どちらかっていうと、走りにこだわってるような、運転車も楽しいし、同乗者も楽しく乗れるような、優雅に乗れるような感じで、構造的にはなってると思うんですよ。で、その中ですね、SUV 的特徴がやっぱり、車高が高い。車高って腹下ですね。腹下のクリアランスが大きいから、なんですかね、出入り口のですね、高低差っていうか、バンク角っていうか、あるじゃないですか。なんていうのかな。すごい、段差の激しい出入り口があったとしても、セダンだと結構腹下こすっちゃってバンパーこすっちゃったりとかする可能性が高いじゃないですか。それでも SUV っていうのはやっぱり、腹下の車高が高いので、基本的にはそういうところを気にせずに走れるし、何かしら道路上に何か落下物があったとしても、避けられる可能性が高いとかっていう風にですね、車自体を守る機能としては結構レベルが高いんじゃないかなと思っております。で、あと運転ですよね。肝心な運転者目線でいけば、もちろん全高が高いから目線が高いっちゃあるんで運転が楽ですよね。周りを見渡しやすいっていうのがありますよね。結構今は昔みたいにベタベタな車高、全高が130センチとかっていうベタベタな車高の車ってそうそうないじゃないですか。S660 とかあの辺だと思うんですけど、あんなに低くっても結局運転者はもちろんその走りに特化した部分っていうのが考えれば楽しいかもしれないですけど、実際運転する人の大半っていうのはやっぱり楽に運転したいっていうところが多いと思うんですよね。僕もやっぱり目線はかなり重要視しますね。セダンの運転者がかなりゆったり座ってられるような感じも好きなんですけども、深く腰掛けてね、本当に静粛性の高い車に乗ってるっていうのもすごい気分はいいんですけども、ちょっと目線が低いと感じる時がしばしばあるんですよ。やっぱそういった場合ですね、やっぱり目線の高さって非常に重要なのかなと思っております。やっぱ目線高い車って乗りやすいですよね。運転しやすいですよね。そんなこともあり、女性のドライバーが結構目立っています。この SUV 車乗っている女性のドライバー。
結構目立ってるなっていうふうに思っていますね。これも時代背景なんですかね。やっぱり徐々に男女の平等っていうものを掲げてきて、格差っていうのをね、埋めていった結果、女性ももちろんですけども、自分一人で暮らせるぐらいの、給料とか、そういう資金力って言い方は他しないか。稼ぎがあって一人で暮らして、難なく、好きなものを変えてっていう風に、生活するには不便がないようになってきた中で、女性もやっぱり自分の好きな車乗りたいんですよね。どうしても少し一昔前の考え方からすると、多分女性は結婚して子供が生まれてしまうと、どうしても自由っていうのが奪われてしまうじゃないですか。でそういった場合、本当は乗りたかった車が乗れないっていうことが多々あると思うんですよね。いつもそういうところで旦那さんの趣味ばっかり優先させられるっていう話をね、よく聞くので、そういうところでも平等さっていうのを思うんであれば、女性も好きな車に乗った方がね、いいんじゃないのかなと思います。もちろん子供のことを考えると、もう再度ね、さすがにスポーツカーで乗せらんないし、左右ね、スライドドアの方がやっぱり乗り下ろし楽ですし、というかいろいろ車のやっぱ機能面っていう風に考えちゃうんですけども、どうしても走って楽しい車とか、見た目にインパクトのある美しい車っていうのは結構そういう SUV 系が多いんじゃないのかなと思います。で、そういうところを踏まえてですね、全体的に、中古車の価格が上がってきてるんじゃないのかなと思う次第でございます。本当に全部が全部そうやって値段上がっていくってなると、ね、これある一種の株みたいだなっていうふうに思いました。そんな最終的にちょっとね、締まりのない終わり方だとは思うんですけども、僕的には本当 SUV はいいんじゃないのかなと思います。さっきちょっと株みたいっていう話からちょっとだけ、折り回して話すとですね、車もやっぱりちょっとはそういう投資対象にもなるんじゃないのかなと思う節もございまして、ごめんなさい、本当に路線ちょっとね脱線してしまいますが、ちょっとですね、そういう投資目的で考えた時も、今セダンを買うよりも SUV 買った方が多分後々生きると思うんですよね。値段がつきやすいと思うんですよね。当然買う人がみんなですね、売る時の値段を考えて車を買うって人はそうそういないと思うんですけども、それが知ってれば車屋さん買いますよ。もうそりゃもう昔も 323334GTR 買ってましたよ。もう新車でずっと残しておりましたよ。そしたらね、そんな分かってれば今ね3000万円とか値段つくじゃないですか。新車なんて残っていたらそれぐらい人気がつくのかなっていうふうにね、一部の投資対象として、そういうふうに何千万っていうふうにね、買った時の値段の3倍4倍で売れるっていう、そういう投資じゃなくてですね、売る時に、例えばですけども、300万円で買った車が150万円で売れたと。多分セダンだったら今10万円とかじゃないですか。300万で買っても10万とか、そのレベルですよね、いいところ。ってなると、値べり率を考えるとですね、300万円から150万というか2分の1ですよね。ということは、乗っていた期間を、乗っていた期間で、150万円割っていけば、相当割安な価格で車を乗れていたってことになりますよね。そういう感じの投資の乗り方っていうか、どちらかというとこれちょっとパッと思いつくものないんで申し訳ないです。ちょっと例えようとしたんですけど、うまく例えられないポンコツ具合に本当に勘弁していただいて、そんな感じですね。300万から10万円まで値べりしまった290万円を丸々ローンを組むようなイメージで、計算されていくと思うんでね、最終的にはやっぱり損する方が強いんじゃないのかなと思います。そういった点もですね、鑑みてですね、総称すると SUV は比較的今これからもそうですけども、人気が続くんじゃないのかなと思っております。ちなみに私の好きな SUV は、アルファロメオのステルビオっていう車の、クアドリフェリオっていうグレードがございますので、気になった方はそちらチェックしてみてください。本当にいい SUV だと思います。アルファロメオのステルビオのクアドリフェリオ。もうちょっと一緒に一丁でいいから乗ってみたいなって気がしてですね、ちょっとモンスターマシンなんで、下手すりゃウルスとゴブハルみたいな話もあるんで、
そういうのはさておきですね。その気になった方はちょっと SUV の方もね、車変えようかなって思ってる方はちょっと SUV も視野に入れて考えてみるといいかもしれません。今回これで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。